キップ初めて。次狙いたい山です。あ、動画なんですね。動画で、はい。今日はどちらからお越しですか。僕横浜で、2人東京です。東京から。ちなみにどんなご関係なんでしょうか。僕が仕事場が一緒で、あ、ここで旦那さんです。そうなんです。夫婦ともども山に連れてきてもらいましたっていう。っていうことは山の一番エキスパートな方がそうです。ですね。僕が一応見てわかる通りの。無理やり連れてきた感じですか。いやいやもう一応登山やってみたいって言ってたんで、山デビューしたいという方では山デビューどのぐらいなんですか、デビューで。去年大阪で軽く登ったことはあるけど、こういう標高に来るのは初めてです。あ、六甲山、じゃあこれもう半端ないですもんね。半端ないですね、六甲山からすれば。なんでもうさっきあの辺でファーってなってました。そうですか、朝日越えて、もう一息でもう最高ですからね、お待ちくださいね。そうですか。旦那さんはもう一緒です。一緒に六甲山とか。タイミングで始めて。どのぐらい山登られたんですか。もう2回目。2回目。ですね。あとはもうハイキングで。高尾山行ったっつって。ハイキングを挟んで。でも山ですね。そうですか。先輩はちなみにもうどのぐらい歴が。僕本気でやったの1年ぐらいです。そう見えない。だけどもう槍も登りました、剣も登りました、富士山も終わりました、赤岳も終わりました、穂高、それと谷川岳も行きました、木曽駒ヶ岳も終わりました。ちょっと待ってくださいね。1年ですよ。いやすごいですね。この1年で本当ドハマりして楽しくて、初めて去年人が上げてた唐沢カールの写真見て行ってみたいと思って、去年1年前ちょうど紅葉の時に唐沢登って、でその次にすぐ常念と長ヶ岳登って初っ端から随分だから僕分かってなかったんだと思います。小朝知らずで行ったんですね。だから本当にもうちゃんとしたマウンテンブーツじゃない、それこそスポルティバも知らない頃にふにゃふにゃの靴底で槍ヶ岳登って、やたら足元見られるなと思ったんですけど、でもうその時でもうボロボロに壊れちゃって、トレッキングシューズが顔料体ずっと歩いてたんで分かると思いますけど、で初めてBCスポーツでこの靴、ボロボロの靴、壊れた靴持ってこれで槍行ったんですけどって言ったら、よくぞご無事でって。本当ですよね。いやショップの人なら絶対言いますよね。美しいだけじゃないですよ。なんかそうですね、美しさとなんでしょうね、めちゃめちゃ楽しかったんですよね。なんかこう生きてる感じが、なんか寒かったら着なきゃいけないし、自分でテント張んなきゃいけないね、お腹空いたら自分でご飯作んなきゃいけないし。確かにこの尾根そこ登ってこられた瞬間から楽しさ満開でこう3人のエネルギーがありましたよね。今日じゃあ金峰さんは金峰初めてですか。僕はいや去年からないともう5回ぐらい来ましたかね。なんか日光白根とか金峰さんなんかこう手軽に来れるから汗かく代わりにちょっと気軽に来る感じです。はいもう出だしがね、でこの間もついこの間が剣だったんで、すごいですね。剣は楽しかったですね。すごいですね。行きたくなりませんか。ちょっとね。ちょっと怖いですか。いやでもね、これからねデビューをガンガン重ねていくんで。そうですよね。でも2000メーターぐらいでもね、この辺
本当にいい山いっぱいありますもんね。そうですね。はい。大菩薩陵だってね。あ、いいですよね。いいとこですもんね。本当2人が慣れてきたら八ヶ岳とかね、本当連れてってあげたいですよね。こういう人がいるからなんか心強くですね。安心してください。もしいらっしゃらなかったら山って行くことあったと思いますか？いやー、ほぼ縁ないですね。一回そのモンベルのツアーとかそういうのに入ってじゃないといけないねみたいな話をしてたので、こんなね夫婦丸々連れてってもらえるなんて幸せですよね。来る途中で言ってたんですけど、やっぱやったことない人からすると、安全なのか、自分たちのレベルだとどのくらいの山行けるのかとか、山ハックとか見てもやっぱ分かんないってやっぱ言ってて、あ、そういうもんなんだなと思いました。一緒の方がいるだけでどんな心強いかですよね。まあそう言っていただけるだけでね、山来る人が増えるだけで嬉しいですよね。なんとかお昼前に登ってこれました。車いっぱいじゃなかったですか？あ、駐車場いっぱいだったんで、なんかもう斜面のジャリジャリのところに無理やり止めてきた。さすがに最終日だから、こんなには人車いないだろうなと思ったら予想以上に車が多くて、あ、裏をかいたつもりだった。みんな同じ考えでしたね。3日間分の人がみんな今日にまとまってきちゃうと、まあ混みますよね。雨3日間っていうか、昨日一昨日も雨だったからね。山好きはやっぱり天気大事ですね。ねえ、2日間我慢してよかったです。そうですか。この夏はどんな山を登られましたか？先週は北アルプスの唐沢カール、先々週は富士山。一緒にですか？いや、じゃないです。まだ男との北アルプスとかは、男友達。うわー、よっぽど山好きですね。暇なんです。やることない。それ今月は3回目ですから。それは週末にいつも山なんでしょうか？そうですね、土日しかない。じゃあ平日はお仕事されて？そうですね、普通のサラリーマンやって。いや、なんかこうダンディーな感じだったので、ずっと山に生きる人なのかと思いましたが。普通のただのサラリーマンです。都内に出て働いてます。でも山に魅力を。そうですね。どのぐらい山にいつぐらいから始められましたか？2017年だ、5年目ぐらいですかね。そんな若い時からっていうことではないんですね。ちょっと若い時は海好きだったんで、海ばっかりだったんですけど。結局スポーツ好きで、まあ動かすのが、体を動かすのが好きなんですよね。海から山に転身ですよね。なんかきっかけありますか？海より山の方が安全かなっていうような気がして、まあ足腰鍛えるにもね、老後のこと考えたら歩いといた方がいいなって。でも老後のために山登ってるような気にはそんな見えませんが。そんな感じです。そうですか。はい。でも山に引きつけられるその魅力って何だと思いますか？日頃のなんだろうな、ストレス発散と、やっぱこうビル街の通勤にはない景色と、まあ爽快感と達成感とですかね。今の言葉に仕事で戦ってる男風が出てますね。日常がいかになんか仕事コンクリートジャングルから外れたいという重責に担われてるっていうことですね。いや、そんな大したことないですけど、でもここに来るとでも気分が全く変わるわけですね。やっぱ月曜日からリフレッシュになりますよね。今日金峰さん選んだのは何かこうありますか？まあ日帰りで来れる山で、まあそれなりの高いところ行きたいなっていう、あったかいうちに。日曜日で北アルプスだけに行かないし、まあこの辺ぐらいかなと。ここは初めてじゃないということ？そうです、3回目ですね。簡単に来られると言っても、でもなんかこう魅力は何かありますか？金峰さんの魅力。やっぱ都内から日帰りで来れてこの景色はなかなかなるほどね。ないですよね。奥多摩とはやっぱ違う。なるほどね。魅力があると思いますよ。なんか山好きが顔に出てます。そうでしたか。はい。次狙いたい山とかあるんですか？いや、もうちょっとやっぱ北アルプスを攻めていきたいかなって。
八ヶ岳はねほぼ全部行ったんで、あと山南アルプスもまだ行ってないし。日帰りじゃなくてもテントとかもあるんですか？テントもありますね。はい。ビッグも3つ4つ大きいのと大中小。すごい、たった5年でもう一気にですね開花されましたね。そうですかね。いやそれしかやることなくてコロナ禍でいいかなっていう。いやもう十分ね、密にならないし、はい、風通しもいいから、ひたすら山にはまってます。へえ、素敵。お疲れ様でした。大樽に戻ってきました。楽しかった。素晴らしい景色といろんな人に出会えてもう本当楽しかったです。まだ駐車場は人がいっぱいです。今2時半ですね。ゆっくり帰りたいと思います。楽しかった。どうも今日もありがとうございました。